こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。今回は4連式の換気ファンを作っていきます。作っていく換気ファンの特徴としては大きく2つあります。1つは車両につけっぱなしにできるように作っていきます。もう1つは使用しないときに4つのファンの部分を扉で閉めるということができるように作っていきます。スライド式で扉の開け閉めができるように作っていってます。こちらが完成した換気ファンになります。4連式の換気ファンで車両につけっぱなしにすることができます。吸気と排気両方行うことができます。使用するときは左側のレバーをスライドさせると扉が開く仕組みになっていてファンを使用できるようになります。使用しないときは扉を閉めておけば取り外す必要もないです。車両につけっぱなしにできるところがとても気に入ってます。ということで DIY の様子を見ていってください。よろしくお願いします。まずは材料を切り出していきます。取り付ける窓の横幅を測ってそれに合わせて板をカットしていきます。縦幅は20センチぐらいにカットしています。今回取り付けるファンが縦、横、長さが8センチなので、それが綺麗に収まるように大きめに板をカットしていきます。綺麗に板をカットすることができました。窓の形に角の部分もカットしていきます。何回か窓に合わせながら微調整をしていきます。ある程度形ができてきたので車両に合わせてみます。今回作っている換気ファンは3枚の板を重ねて作っていくものになります。3枚の板を重ねて真ん中の板だけを上にずらして下の方に溝を作り、下の部分には窓ガラスをそのままはめ込むという感じになっています。真ん中の上にずらした板はそのまま車両の本来ガラスが入る部分の溝に入る仕組みになっています。過去の14番目の動画で作っているやり方を細かく説明しています。もしよければそちらの方もぜひご覧になってください。よろしくお願いします。割と綺麗に収まっているので1枚目の板は完成とします。この板が真ん中の板になるので、あとは外側の板と内側の板を同じように作っていきます。同じやり方で3枚の板を作成しました。次にこの3枚の板を重ねて4箇所のファンの穴を開けていきます。4箇所の穴を開けていくのですが、真ん中の板はスライドして扉を開け閉めできるように作っていくので、真ん中の板だけスライドしてずれた時に扉が開くようにしていきたいと思います。真ん中の板のスライドする部分の中をくり抜いていきます。真ん中のスライドに使う部分の板をくり抜くことができました。次にくり抜いた板を他の板と重ねていきます。重ねたらくり抜いたスライドさせるための板を元に戻して4箇所のファンの穴の位置を決めていきます。ある程度位置が決まったので真ん中のスライドさせる板を短く切っていきます。スライドさせる板の長さを穴1個分だけカットしてスライドできるようにしました。
次に4箇所の穴を幅が均等になるように印をつけてカットしていきます。ホールソーを使って4箇所きれいに穴を開けることができました。次に3枚の板をすべて重ねて3枚目の板に穴を開ける作業を行っていきます。真ん中の板がちゃんとスライドして開け閉めできることを確認して、次に3枚の板を重ねるときに真ん中の板をずらして下の方にちゃんと溝ができているかを確認しながら板を重ねていきます。針で板を重ねたら穴が開いてない方の板の穴を開けていきます。3枚の板すべてに4箇所の穴を開けることができました。次に真ん中の板の部分にスライドさせる板を入れて、ちゃんとスライドで開け閉めができるか確認していきます。ちゃんと計算した通りにスライドで穴の開け閉めができるようになってました。この時はとても嬉しかったです。次に板を3枚重ねた時に真ん中のスライドさせる板を動かせる仕組みを作っていきます。作業の様子は映ってなかったのですが、3枚目の板にスライドさせる取っ手が動くように穴を開けました。次に取っ手を作っていきます。次にスライドさせる真ん中の板に滑るん棒という板と板が滑りやすくなるローのようなものを塗っていきます。こちらはダイソーで購入しました。スライドさせる板に取っ手をつけました。3枚目の板を重ねていきます。一応イメージ通り真ん中の板をスライドさせることによって穴を開けたり閉じたりすることができるようになりました。両面テープで仮で3つの板を固定してみたのですが、動きが硬いので真ん中の板をサンドペーパーなどで削って薄くしていったりして微調整を繰り返して動きが滑らかになるようにしていきました。3枚の板はタッカーを使って固定しました。いよいよ完成に近づいてきてます。確認のために実際に車両に設置してみます。綺麗に窓枠にはまるように作ることができました。次に車両側に網戸を貼り付けていきます。網戸はダイソーで購入した網戸補修シールを使っています。貼るだけなのでとても簡単です。次に艶消しブラックで塗装していきます。塗装が乾いたので次にファンを取り付けていきます。ファンは Amazon で購入しました。2個セットになっている3段階風量調節が可能なファンです。値段は送料込みで1760円でした。
サイズは縦横8センチの正方形になってます。厚さはファンガードの厚さも含んで 3.5 センチとなってます。ファンの取り付け方は前回のソーラーパネル付き換気ファンと同じやり方です。マグネットをボンドで板に固定していきます。同じように4箇所にマグネットを取り付けていきます。マグネットを取り付けることができました。あとはファンを取り付けたら完成となります。ファンを取り付けて配線を配線モールで隠してみました。電力は前回同様モバイルバッテリーを取り付けました。モバイルバッテリーを収納するケースも取り付けています。左側のレバーをスライドさせると扉が開いてファンが使用できるようになっています。真ん中の板を上にずらしているので、上に飛び出た部分があり、その部分が車両にはまってくれます。下は溝になっているので、窓ガラスがはまる仕組みになっています。ということで、車両に取り付けるとこんな感じです。使用しないときは穴を閉じることができるので、車両につけっぱなしにすることができます。換気ファンを取り外してしまうと収納場所が減ってしまい、車内が狭くなるので、つけっぱなしにできるように作ってとても満足しています。車内で調理をしても4つのファンが煙をちゃんと外に出してくれます。また窓を開けたくないけど涼しい風を入れたい時などは4つのファンをすべて吸気にすれば割と涼しい風も入ってきて、いろいろ使い方があってとても作ってよかったなと思ってます。ということで今回はスライド式で開け閉めできて車両につけっぱなしにできる自作換気ファンの紹介でした。今回はこれで動画を終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。